登壇の順番は以上の通りでございます。まず一番初めのトップバッターといたしまして、韓国からご参加のWATAより、グローバルビジネスマネージャーのイスヨン様に登壇をいただきます。イン様、資料の準備ができましたら、カメラとマイクをオンにして、スライドをシェアして始めていただけたらと思います。Hello, this is Rachel Lee from WATA. こんにちは。聞こえておりますでしょうか？大丈夫ですか？それではスライドを共有したいと思います。今こちらが見えているかと思いますね。私は我々ども WATA という韓国の企業になります。提供しておりますのはソフトウェアプラットフォームです。この空間を管理するためのソフトです。スペースというのは倉庫であっても、この建設センターですとか、どこでもオフィスも含まれます。あらゆる空間です。事業としましては、安全、物流、そして建設のプロセス管理といったものを効率的に解決する。これは投稿されたコントロールや監視のプラットフォームを提供するためです。それでは、詳細のためにこちらのビデオをご覧ください。基本的にプラットフォームは5つの段階で作っています。まずはリアルタイムのデジタルマッピングです。皆さんの空間をスキャンしまして、そちらで地図化します。スキャンをした後に、こういった 2D のデジタルフォーマットで作ります。こちらは倉庫の例になります。このようにして可視化をするわけです。そして棚をクリックすると、どのような品物があるかということ、そしていつそちらに入れられて取り出されたかということが分かります。CCTV があります。このデジタルマップがこのようなものが提供されます。マップを使った後、この移動物と移動していないものをスキャンします。そして、どのオブジェクトがどこに行く、また、どのオブジェクトがどこにあるということを把握します。あらゆるものを、この空間にあるあらゆるものをセグメント化します。スキャンが正しく行われているかということを確認します。同じ人であっても、この前からですとか、後ろから、上から、このいろいろな角度から捉えます。それぞれのオブジェクトがきちんと特定されているかということを確認するわけです。このデジタルマップを作って、オブジェクトや形を確認した後、この赤いジオフェンスを作ります。この赤いものです。ここにこういった風にするわけです。例えばこのフェンス、この人がこのエリアに行くのはいいんですけれども、例えば車両がいるような場所に行くと、人が近づくと警告が鳴ります。人が今ここに見えてないんですけれども入ってきています。車両が同じところに近づけています。そうすると警告が発せられます。それからジオフェンスを作った後、このオブジェクトが近づきすぎないか、またそれぞれの位置を確認します。この倉庫の中にあるものだけでなく、誰がどこにあるか、何がどこにあるかということを把握することができます。こちらは基本的に私たちが行っていることです。他には、こちら、棚をスキャンします。ですので、この見えないジオフェンスがそれぞれの棚に作られます。そしてデジタルでどこに何があるか、そしてその分量も分かります。どれぐらいのこの箱が棚に埋まっているか、もしくは空になっているかということで、倉庫の利用を最大化することができます。次のスライドに行きます。
こういったことは CCTV でほとんど行うことができます。しかしながら CCTV には限界があります。こちらが CCTV が赤と申し訳ありません。CCTV には限界があります。ですので、CCTV は 2D や 3D のマップを作ることができません。また、夜間、雨、無線による干渉などの影響を受けます。ですので、角を見る、その隅々まで見ることができないという場合がありますし、そして検知においても不正確な場合があります。しかし、こういった CCTV のマイナスは、WATA の 3D ライダープラットフォームで解決することができます。他のセンサーを接続することも可能です。では、2D、3D のデジタルマップを作成する。そして、この空間の中にあるものを認識する。そして、正しく認識されているかを確認する。ジオフェンスを設ける。それから、このシンプルなデジタルフォームで作成するということです。こちら、日本の事例になります。3つのライダーカメラをゾーン A に置いて、全体をスキャンし、ジオフェンスを置きます。ジオフェンス A、こちらの方は、荷下ろしをするエリアになります。トラックがこの A エリアに入ってくると、すいません、C エリアでも大丈夫です。ただ、この黄色はダメだ。この B については、人だけが可能ですので、この B の方に入ろうとするとブロックされる。警告音が鳴るということです。異常があった場合、すべてこのプラットフォームに記録されます。左側です。このぐらいのこの何かの黄色のエリアで、人々がこの C エリアにこれほど入ったということが視覚化されます。問題が一番どこで多いかということも分かるわけです。ですので、このそれぞれ認められていない禁止エリアに入らないように注意喚起をすることも可能です。他のゾーンに関しては大丈夫なんですけれども、このマップによりますと、赤の部分、黄色の部分をしっかり管理する必要があるということが分かります。さらに、ヒートマップも提供しています。どのルートが一番使われているか、そしてどのエリアが使われていないかということが分かります。マネージャーとしてこういったものを見て、朝は非常にたくさん人がいた。しかし、右側にはあまり人がいなかった。では、この左側にいる人を右の方に移してはどうかというようなことを考えることができるわけです。午後でも同じです。午後では右側にあまり人がいない、左にはたくさんいる。そうすると、また人の管理をすることができます。そういうふうにすることで、物流コストやこの人件費を最適にすることができます。ヒートマップ以外にも特徴があります。リアルタイムで人が特定のエリアに入ってくる人の数を数えることもできます。何人ほど、また何台の車両があるゾーンにいたかということを見ることができます。さらに時間のデータも取ることができます。何時に入って何時に出たかということ。距離も、オブジェクト間の距離も把握できます。例えばトラックがここにいたとします。誰がトラックに近づいているのかというふうに言う代わりに地図を見れば、例えばこの人がトラックに近づいているとすると、この近くにいる人にトラックを運転してくださいというふうに頼むこともできます。WATA のプラットフォームは非常にシンプルなデジタルフォームで皆さんのエリアを監視し、また管理をすることができます。効率的にです。こちら新しい技術になりますが、非常に革新的なものです。ですから、様々なイノベーティブアワードを獲得しました。今年だけでも KES、韓国のイノベーティブアワード、そして CES、皆さんご存知かと思います。昨年は2つイノベーションに関して獲得しました。1月ですけれども、また来年1月、イノベーションアワードを取るというふうに知らされています。ワールド IT ショーですとか、こちら左下、高精度位置情報サービスプロバイダーとして東京オリンピックで選ばれました。他には、ヒュンダイからも賞をもらっています。以上となります。ありがとうございます。
ありがとうございます。何か質問ありますでしょうか？はい。そうしましたらいくつかご質問をいただいてますのでお伺いしたいと思います。やはりサービスのターゲットがどういうところになるかというご質問が中心に来ていますね。活用される場面としては、例えばその倉庫、今ビデオでもあった倉庫ですとか工場などが対象なのかなと思いますが、それ以外にも考えられる場面はありますかというご質問です。いかがでしょうか？ Yes, we are being used in corporates as こ well. の企業に関しては安全管理に使えるようになっています。建設現場ですとか、重機を使うようなところ、新しい新人が入ってきたときには、どこが危険な場所か、どこがそうでない場所かということは分かりません。このガードがいて、ここが危ないですよというふうに言っているかと思うんですけれども、このそれぞれの場所でジオフェンスを設けることで、事故を予防することができます。ですので、そうすることで、企業イメージを高めることができます。また人件費、この事故が起こってしまうと、事故が起こった時の費用も削減することができます。スマートシティを、計画する際にも、例えば高齢者が多いところでは歩行が遅い。その一方で若者であれば非常に歩行が速い。このライダーを置くことで、どれぐらいこの道路を渡るのに時間がかかるかということを測ることができます。日本は高齢化社会ですので、この道路を渡る時間によって、この適切にゾーン分けをすることができます。スマートシティにも使うことができると考えています。ありがとうございます。今、スマートシティの話もありましたので、ちょっと関連したご質問なんですが、例えばこれは野外でも問題なく使えると考えていいんでしょうかというご質問です。いかがでしょうか？ Yes, it can definitely be used はい、 outside. 屋外でも大丈夫です。ですので、建設現場でも使われているわけです。屋外ですよね。屋内と屋外でもどちらでも大丈夫です。わかりました。じゃあ最後のご質問です。導入に関しまして、このライダーの設置以外に、例えば労働者や、自動車が何かセンサーをつけなくてはいけないとか、そういった初期投資がありますか？必要な初期投資はあるんでしょうかということです。ご質問ですが、いかがでしょうか？ Depends on where the area is. For この example, for warehouse. 場合によります。例えば、倉庫のような場合は、この物流関係のものの移動を追跡しなければなりません。QR コードですとか、このチップをそれに取り付けるというような、取り付いている場合は、ライダー以外にスキャナーもいります。例えばスマートシティの場合ですとか、建設現場の場合、必要なのはライダーとこのプラットフォームのみとなります。はい、ありがとうございます。ちょっと他にもご質問あったんですが、お時間になりましたので以上で終了とさせていただきます。ありがとうございました。A person to present is from WATA, Korea, Global Business Manager, Ms. Yuhyun-san. I'd like to ask if you're ready, please turn on your camera and mic and please start. Hello, this is Rachel Lee from WATA. Can everyone hear me well? Okay, good. So I will share my screen from now. Yes, so since everyone can now see the screen, I would like to start. We are a company called WATA. We are from South Korea. We provide a software platform for you to manage your space. Your space can be an office, your warehouse, your construction center, or anywhere with the space you have. So what we do mostly is we make software platform for safety, logistics, and construction process management. And we provide integrated control over monitoring platform specialized for different industry. So let me be a little bit more detailed and show you this video. So what we do basically, we make our platform with 5 steps. The first step is real-time digital mapping solution.
So we scan the area you have and we make a digital form of your map. And once we scan the area and make this 2D, 3D digital form of the map, for example, this is a warehouse, on easy visualized form, you can click on each shelf of the warehouse and see what kind of goods are in and when it was put in or when it was put out. So instead of running through your CCTV, this easy, simple view of the digital map is provided. And after we create the map, we scan every moving and non-moving objects within the area. So we know where each object is going and where each object is located at. So we segmentate all the difference in the space. And we make sure all the scanning is done correctly. So even if it's the same person, we make sure this is a person by scanning the person from the front, back, above, or 45 degrees above. So we make sure each object is identified correctly. And once we have that digital map and once we confirm the object and its shape, we are able to make this red geofence, invisible fences, and put rules inside here. For example, in this fence, we put a rule. If a person enters into this zone, it's okay. But if anything else like vehicle enters this zone, there will be a warning so the person knows vehicle is approaching. So when a person enters in this invisible zone, it's okay. But when the vehicle enters in, there will be a warning sound. And when we have that geofence, we can check if each object gets too close to each other or where each cart or each step is located at. So in this easy, simple digital form, not only can you check the warehouse goods, but you can also check who is located at where. So you don't need to ask people or page people where they are located at. So this is basically what we do. In other ways, if you look at here, because we can scan the shelves and put invisible geofences on each column of the shelves, we can in digital form check where each good is and also check the volume. So how much box is taking the volume of the geofence and how much is empty, so you can maximize the use of your warehouses. I'll move on to the next slide. So I know that most of the things that we've just seen can be done by CCTVs, but there are some limits on CCTVs. This is comparing CCTV in red and 3D LiDAR. Oh, sorry, let me go through this. So CCTVs has limited fields. So CCTVs cannot create 2D, 3D maps. And CCTV sometimes have limits during nights or rain or radio interference, or it cannot sometimes see through each corners and accurately indicate each object. Is it a person or a car? Sometimes because the screen may not be clear. However, all these downsides of CCTVs can be covered by WATA 3D LiDAR platform. And we can also connect other sensors and other CCTV information to the platform as well. So again, to clarify, we create 3D 2G digital map. We recognize each object inside the area. We make sure all the objects are correctly recognized. We create geofence and put rules inside, and then we help you run the place in simple digital form. So this is actually a case we had in Japan. So we set the 3D LiDAR camera on zone A. We scan the whole area. We put 2 geofences. Geofence A is for trucks only. This is unloading zones with the trucks. If the trucks enter this A area, C area, it's okay. But if people enters this yellow area, it's not okay. Same thing in this B zone. This is only for persons to walk around. If the truck comes in too deep,
and block B zone, then there will be a warning sound as well. And all these warning and abnormal activities are saved on WATA platform. So you can see that B had this much events occurred today. C, this yellow zone also had this much people being entered into the zone today. So as a manager, you can see that this is where the problem happens the most. So you can train the staffs here to make sure that they don't come into the unallowed zones in each categories, whereas the other zones are relatively small, so it's being run very well. But these areas, people are going against the laws, so you can manage the area as well. Not only that, we also are able to provide heat maps of which routes the cars or which routes people take the most and which routes people don't take the most. So you can, as a manager, you can see the heat maps and you can say, oh, in the morning, there are so many people here, whereas there's less people here. So as a manager, why don't I take some people out from here and put it here? So you distribute the workforce evenly. Or same thing, in the afternoon, there are no workers here, but too many workers here. Maybe I shouldn't hire this much workers in this zone in the afternoon. So you can also save labor cost and distribute the labor cost correctly if you have these kind of heat maps. Not only heat maps and event counting, we can also do real-time counting of people entering the zone and people leaving the zone. So you know how many people or how many cars are in your zone without having to look at the CCTVs altogether. So we also check the entry and exit time. Who came in at what time, who came out at what time. And we can check the distance between each object. So you can say if there is a truck and you want someone to drive the truck, instead of asking who is close to the truck, you can just look at the map and see this person is closest to the truck. So you just call this person to drive the truck. So all these other things that you want with your space, WATA platform can in simple digital form help you see the area and manage the area most effectively. This is a new technology that is very innovative. So that's why we won actually quite a lot of innovative awards this year only. We won 2022 KES, Korean Innovative Award. CES, I'm sure a lot of people know. Last year, we won 2 awards for innovations. This year, January, we already got notification that we will win another innovation awards. We won a grand award for World IT Show. You guys are familiar. We were a location information service provider for Tokyo 2020. And other than these events, we also work with corporates such as Proxener and Hyundai as well. Thank you. Would I take any questions? ありがとうございます。はい。そうしましたらいくつかご質問をいただ Thank you いてます。 very much. We have some questions, so let me ask. やはりサービスのターゲットがどういうところになるかというご質問が中 So 心に target of customer, they like to know. 活用される場面としては So as for the application, 今ビデオでもあった storage you introduced or factory will be the target of your business. But other than this, is there any possible target of your business other than storage and factory? Yes, we are being used in corporates as well for safety management because in construction areas or big factories with heavy machineries, when you hire a new person, sometimes they don't know which is the danger zone, which is not a danger zone. And you cannot always have a security guard telling them that. So if you make all these different geofences and different zones of the construction area or the factory, you can avoid industrial accidents. And therefore you have a good positive corporate image. And also you don't need to waste your labor cost and money on industrial accidents if they happen. And also we're also being used in smart cities as well because we can track the movement of each people. So if you have a crossroad, sometimes if that's the city with older people living, then it takes longer time to cross the road. Whereas the younger people cities, it takes shorter time to cross the road.
So if you put the LiDAR and if you count how long it takes for a person average-wise to cross the road, like in Japan, sometimes you have too many old people. So depending on averaging the time to cross the road, you can make appropriate crossing time for appropriate zones, rather than having too short traffic time as well. So smart cities is also our thing. ありがとうございます。今、スマートシティの Thank 話 you なん very で much. You mentioned smart cities, so let me ask you a related question. So do you mean that your technology can be used outside? Yes, it can definitely be used outside. That's why we also are being used in constructional area where it's all outside. So inside, outside doesn't matter. わかりました。じゃあ最後のご質問です。 Okay, the last question. When we try to introduce your system, other than the installation of LiDAR, so vehicles operators need to wear sensors, or so is there any other initial investment we have to prepare? Depends on where the area is. For example, for warehouses, if you want to track down the movement of the logistic goods, then there will be a QR code or RFID chips on the logistics. In that case, we need LiDAR and RFID scanner. But for example, for smart cities or construction areas, all you need is the LiDAR and WATA platform. はい、ありがとうございます。ちょっと他にもご質問あったんですが。 Thank you very much. There are other questions as well. However, due to time constraint, I'd like to stop here. Thank you.